か。皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。今日はまだ1月なんですが、次回の歌会から2月に入るということで歌のテーマが変わります。2月は2000年代前半の大ヒットバラード歌手で、まだこの番組で紹介していない方々を4人ピックアップしました。チョソンモさん、ティムさん、ナ・ユンゴンさん、テイさんの4人の曲を順番にカバーしていきます。この方々も本当に代表的なバラード歌手で、私も当時からリアルタイムにたくさん聴いていた大好きな歌手の皆さんなんですが、結構ね、歌うのが難しい曲が多かったり、カラオケ音源のアレンジが難しかったりで、去年はまだ挑戦できなかったんですよね。でも番組ではぜひ紹介したい代表的なバラード歌手の方々なので、今年はちょっと頑張って挑戦してみようと思います。さて、今回のトーク会ではまた韓国旅行の話題でですね、韓国のスーパーで買えるおすすめの商品を紹介していこうと思います。お土産にもなるお菓子や、私が韓国に行ったら必ず買う食材や調味料などについてお話ししていきます。見えるラジオの方は画像を出しながらお話ししていきますね。私は海外旅行中にスーパーに行くのがすごく好きで、ハワイに行った時もゆかさんに5カ所ぐらいね、スーパー連れて行ってもらったんですが、スーパーってその土地の人たちの暮らしが垣間見えて面白いんですよね。野菜とかも日本で売ってるものとは色や形が違ったり、もちろん価格も違いますし、カゴのサイズとかレジのシステムとか、そういったものも全部違うので、外国のスーパーで買い物をすること自体が旅行の楽しい経験になる感じがありますよね。韓国の大型スーパーの全体的な作りはアメリカに近いと思います。カゴとかカートはアメリカンサイズですね。日本の一般的なスーパーでのカゴとかカートのサイズに慣れているとすごく大きく感じます。なので、なんていうか操作性というかですね、操作してる間にどこかぶつけないかちょっと不安になるぐらい大きいですね。そしてレジのシステムはなんかベルトコンベヤ式みたいな感じなんですよ。お客さんが商品をカゴから全部出してですね、レジのベルトコンベヤのところに置いて、でお店の人にレジを通してもらってから会計しながらその場で袋に詰めていく感じなんですね。なので日本のように会計が終わってから袋詰めするエリアっていうのはないことの方が多いと思います。韓国のスーパーの特徴は商品のサイズのバリエーションが豊富なことだと思うんですよね。例えば牛乳もアメリカでよくある1ガロンサイズって言って 3.75 リットルだったかな、約4リットル近いもタンクみたいな大容量の牛乳と同時に日本と同じ1リットルの紙パックのものも売られていたりするんですよ。でキムチも1食分の小さなパックから5キロ入りとか、白菜が数株丸々入っているような大きなものまでですね、対応してるんですね。なので一人暮らし用から家族まで対応できるような幅広いサイズ展開っていうのが印象的ですね。今回はソウル駅直結のロッテマートで買い物をしたんですけれども、特にミョンドンエリアを拠点で旅行される場合ですね、ここのロッテマートがとてもおすすめです。まずソウル駅に本当に直結しているので交通の便が非常にいいという点と、都会のど真ん中にあるのに十分に売り場も広くてローカル感を楽しめます。そして会計の時にレジでパスポートを提示すると、なんとその場で免税してくれるんですよ。これも非常に便利で、わざわざ申請する必要がないという点でですね、観光客には大変ありがたいシステムでございます。今日はお菓子や食材、そして調味料のおすすめのものを紹介していくんですけれども、では早速おすすめのお菓子からいきますね。スーパーで買えるお菓子っていうのはばらまきのお土産にもとてもいいんですよね。個包装になっているお菓子を何種類か選んで日本に帰ってからラッピングして配ったりするとすごく喜ばれますね。
マーケット王のリアルブラウニーや、クラウンのバターワッフル、オリオンのチョコパイジョンといったあたりはね定番ですよね。このオリオンのチョコパイジョンって私は若い頃すごく好きで、中にクリームじゃなくてマシュマロが挟まっているタイプのチョコパイなんですよね。でこういったあたりはですね非常に有名なお菓子なので日本でも買えるんですけれども、やっぱりみんな知名度が高いから知っているっていうことで、韓国行ってきましたよって言ってこのブラウニーとかね渡すとこれ知ってるよって言ってすごく喜ばれるお菓子でございます。私がばらまき系のお菓子で必ず買ってくるのはコソミというお菓子なんですね。これは漢字があって高い、笑い、美しいっていう書いてこそみって読むんですけれども、私はこのお菓子がすごく好きで毎回お土産用にも買いますし、自分で食べる用にもねたくさん買ってきます。どういうものかというと、日本の東ハトさんから出ているハーベストという薄焼きビスケットに似ている感じなんですけれども、より素朴で優しい味わいなんですよね。ココナッツ風味の薄焼きビスケットにごまとお砂糖とお塩が振ってあるんですけれども、脂肪分が少ないっていうかですね、こってりしてないのが私はすごく好きなんですね。程よい甘さがあるところに少しのお塩がねアクセントになってて、さらに美味しさを引き立ててくれています。これ個包装になってなかったら本当にあっさりしてるので無限に食べ続けてしまう味なんですよ。素朴で昔ながらで軽やかで食べ疲れないという魅力があるお菓子でございます。これは日本人でも好きな方多いと思うのでおすすめですね。それからもう一つ絶対に買うのがチュー&リアルのコグマチューという商品なんですね。これはねあんまり配らないです。自分が食べるように買うものなんですけれども、このコグマチューっていうのは干し芋なんですね。さつまいもの干し芋がスティック状になって入ってるんですけど、こちらもね素朴な味わいで甘すぎないのがとても気に入っています。子供の頃に食べたさつまいもの味を思い出すような優しい甘さが特徴的なんですよね。で日本にも干し芋はあって日本の干し芋も美味しいんですけれども、昔に比べるとさつまいもの品種改良がやはり進んでて、かなり日本のものって糖度が高いんですよね。もちろんそれが美味しさでもあるんですけれども、もうちょっと甘さ控えめなデイリーな感じで食べたいなという方はこちらのチュー&リアルのコグマチューおすすめでございます。そしてもう一種類ねお菓子紹介したいんですけれども、これは今回の旅で初めて買ってすごくハマって毎日食べてたお菓子があってですね、それが V コーンっていう名前の揚げ菓子なんですけれども、昔ながらの感じの銀色の袋に入ってるスナック菓子なんですよね。なんか見た目からしてねこれすごい前からあるんだろうなっていう懐かしのお菓子なんだろうなっていう感じがするような見た目をしています。こちらはトウモロコシを原料にしたお菓子だそうなんですけれども、見た目はねきしめんを短く切って揚げてお砂糖でコーティングしてあるような見た目をしています。でこれは若干ジャンキーな味わいでたくさん食べるとねあんまり体には良くないかもしれないんですが、固めの食感と香ばしさがすごく癖になるんですよね。で日本ではこれはあんまり見かけないんですが、韓国のコンビニやスーパーはどこでも取り扱っていて定番のお菓子のようでした。こちらぜひ見かけたら食べてみてください。で一袋もそんなに大きくなくて1000ウォンだから100円ちょっとぐらいの感じだったんですよね。でお土産に5袋ぐらい買ってきたんですけど、もうすぐ食べてなくなっちゃったので次回はね10袋買いたいと思っています。これもポテチサイズのもっと大きいのを出してほしいぐらいね美味しいんですよ。このあたりがお菓子のおすすめになります。続いて食材部門に行きますね。で私が必ず韓国のスーパーで毎回購入しているのは干しだらです。こちらはファンテチェという名前で売っていることが多いんですね。スケトウダラの干物なんですけれども、これでスープを作ると簡単でとても美味しいです。韓国語ではプゴクと呼ばれるスープで、あっさりしていながら旨味がしっかりあってアミノ酸やタンパク質も豊富なので、韓国では酔いざましや二日酔いの時に食べたりするようです。
日本でも10年前ぐらいに美容スープと呼ばれてプゴクブームがあったと思うんですけれども、次回ちょっとトーク会で久しぶりに聞くレシピをやろうと思っていて、このプゴクの作り方をねちょっと紹介しようと思います。日本で簡単に手に入る食材との組み合わせでも美味しくなったりするので、そのあたり紹介するので、また皆さんも聞いてぜひ作ってみてくださいね。日本の干し鱈は塩漬けされて売っていることもあるんですけれども、韓国で売っているファンテチェは塩分が入っていないので塩抜きせずにね使うことができるんですね。サキイカみたいな形状に裂いてあるのですぐ水戻しができて非常に調理しやすいです。そしてね、そのままねコチュジャンとかちょっとつけておつまみに食べるのも美味しいんですよ。でこれは大抵どこのスーパーでも乾物コーナーに売ってるので、ぜひこちらも買ってみてください。では最後、調味料部門に行きますね。調味料部門紹介したいものが2種類あるんですけれども、まず1つ目はごま油です。韓国のごま油はすごく香りが華やかで美味しいんですよね。ごま油ってごまの焙煎具合によって色の濃さが変わるんですけれども、私が特におすすめなのは低焙煎のもの、色が薄いタイプのごま油ですね。こちらもちょっと高いものは高いんですよ。結構1本1000円以上するものもあるんですけれども、韓国の高級ごま油は本当に香りがいいので、これだけでねドレッシングになるぐらい美味しいんですよ。私はちょっと高級なお豆腐に岩塩とごま油をかけて食べるのが好きなんですけれども、この韓国のごま油、当然キムチとの相性も大変いいですし、これでナムルを作るとねとっても美味しくなります。で加熱して炒め物に使っちゃうのはもったいないので高いですからね、ちょっと贅沢なドレッシングとしてのごま油、こちらもね自分へのご褒美みたいなお土産としておすすめですね。それからもう一つ、韓国に行くと必ず買う調味料はメシルエキスです。これは梅エキスという意味なんですけれども、簡単に言うとね梅シロップですね。で水に溶いたら梅ジュースになるんですよ。それぐらい甘くて美味しい梅のシロップなんですけれども、韓国ではこれを調味料として使うんですね。単にお砂糖の代用みたいな感じなんですけれども、お砂糖の代わりに梅エキスを入れると甘みだけじゃなくて梅の酸味や爽やかな香りがプラスされてですね、いい風味を出してくれます。でこれをどのように日本の料理の中で使うかっていうと、もちろんね和え物ですとかドレッシングの甘み付けで使うのはすごく合うんですけれども、これがね日本の煮物と相性がいいんですよ。日本の煮物の定番の調味料構成っていうのがあるじゃないですか。醤油、みりん、お酒、砂糖ですね。この4種類で煮物を作ることが非常に多いんですけれども、このお砂糖の部分を梅エキスで代用したりですとか、お砂糖と梅エキスを半々みたいな分量で入れてみると、いつもと少し違う爽やかな風味になります。特にちょっと油が多いような食材の煮付けですね、鶏の手羽元の煮付けですとか、あとはお魚でも美味しいですよ。イワシの煮付けとかですね、非常にメシルエキスちょっと入れてみるとよく合うので、こちらもおすすめでございます。韓国もだいぶ物価が上がっていてですね、あらゆるものが正直日本の 1,2 割ぐらい生活用品高い印象でしたね。もっと日本より倍ぐらい高いものもものによってはあるぐらいだったんですけれども、やはり輸送費がかからない分日本で買うよりは安いので、せっかくね韓国に行ったらいろいろ買い物がしたいですよね。そんなわけで今回は韓国のスーパーで買えるおすすめ商品を中心にお話しいたしました。また概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。 YouTube の方もよろしくお願いします。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。 OK、15分ぐらいだね。